今からでも間に合うアトリビュートツリー解説講座。こんにちは、ふるちゃんです。今回はバージョン 16.3.0 で追加され、皆様からの反響も多い属性強化について改めて解説していきます。さらに2月19日に追加となった紋章をゲットできるクエストアトリビュートツリー精錬場についても紹介します。早速見ていきましょう。まずは属性強化についておさらいしていきます。属性強化画面はホーム画面左側の上から3つ目のボタンから移動することができます。属性強化は技属性、心属性、力属性、即属性、地属性の属性ごとに行うことができます。属性を強化すると、その属性を持つキャラクターたちのステータスやアビリティなどが上昇します。この属性強化を行うための育成機能をアトリビュートツリー上の各能力のアイコンのことをノードと呼びます。属性強化はこのノードを強化して進めていきます。ノードは基礎能力である体力、攻撃、防御、会心、冷圧に加え、アビリティ、パッシブスキル、ソウル特性、ピンクスロット、そして潜在能力海岸スロットの10種類があります。ノードにはノードレベルがあり、最大レベルまで強化することで次のノードが解放されます。そしてノードを強化するに必要なのが紋章というアイテムです。強化するノードによって必要な紋章の数が異なるので注意しましょう。ではノードの強化についてもう少し詳しく見ていきましょう。ノードを強化すると、そのノードが配置されているアトリビュートツリーと同じ属性のキャラクターたちの能力が上昇します。それに加え、レベル200以上のキャラクターのレベルをプラス1上げることができます。レベル200未満のキャラクターはレベル200を達成すると、このレベル上昇が反映されます。アビリティ、パッシブスキル、ソウル特性のノードを強化した場合は、ノードと同じ名前の能力を持つキャラクターのみにステータスの上昇が反映されます。新たにアビリティなどを獲得することはできませんのでご注意ください。強化で得られた効果の一覧は属性強化、画面左下にある属性強化詳細から確認できます。この画面はキャラクター詳細画面からも開くことができます。キャラクターごとの体力や攻撃など基礎能力の上昇値はキャラクター詳細画面の追加値に反映されますので、そちらをチェックするようにしましょう。以上、属性強化についての説明でした。続いては今回追加となった属性強化に欠かせない紋章をゲットできるクエストアトリビュートツリー精錬場の紹介です。アトリビュートツリー精錬場はデイリークエストから挑戦することができます。このクエストでは敵の撃破数に応じて各属性の紋章を獲得することができます。それでは実際のクエストを見ていきましょう。アトリビュートツリー精錬場は登場する敵を全て撃破するとクエストクリアになります。1日の累計撃破数が上限に達するまで何度も挑戦可能です。敵の撃破数は毎日0時にリセットされますので、毎日必ずチェックするようにしましょう。制限時間切れもしくはチームメンバーが全滅するとクエスト終了となりますが、クエストをクリアできなかったとしても敵の累計撃破数はカウントされ、撃破報酬を獲得することができます。難易度も複数用意されているので、ご自身のレベルに合わせてチャレンジしてみましょう。さらにアトリビュートツリー精錬場にはボーナスキャラクターが設定されています。ボーナスキャラクターはクエスト準備画面やクエスト選択画面のボーナスキャラアイコンをタップすると確認することができます。ボーナスキャラクターをチームに編成すると敵の出現回数を増やすことができます。対象キャラクターを所持していてもチームに編成していない場合、ボーナス対象にはならないので注意しましょう。またこのクエストでは消費する痛恨符の数が他のケースよりも多くなっています。しかし敵の出現回数を増やすことで少ない痛恨符でより多くの敵を倒すことができます。対象キャラクターは定期的に更新されるので、こまめにチェックして効率的に紋章をゲットしましょう。以上、アトリビュートツリー精錬場の紹介でした。いかがでしたか？今回は属性強化のおさらいとアトリビュートツリー精錬場について紹介しました。プレソルは今年で10周年。これからも皆さんに
楽しく遊んでいただけるようなコンテンツをお届けしていきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。